タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて132週間が経ちました。お出かけが楽しい季節、大切な家族と一緒にお出かけするのはワクワクしますよね。でも人混みやいつもと違う場所ってワンちゃんたちにとって想像する以上の大ピンチになっていることがあるんです。最近すごく大切なことに気づかされました。お散歩の途中でニアが抱っこしてって可愛く見上げてくることよくあるんです。今まで甘えん坊さんだななんて思っていたんですが、実はこれここちょっと怖いよ、助けてっていう必死の SOS だったんです。あくびをしたりお花をペロッと舐めたりするのも緊張してるよっていうサイン。そのうち慣れるでしょって。無理に人混みに連れ回すのは大間違い。心拍数はバクバクで何日も消えないほどの強いストレスになっちゃうんだそうです。これを知ってからニアが小さなサインを出したら迷わずギュッと抱っこして安心させてあげることにしました。ますます過保護になっちゃうかもしれませんが、これからも無理はさせずニアのペースを一番に考えてニコニコ楽しいお出かけを満喫していきたいと思います。ゴールデンウィークが終わり、ワンちゃんにお家でお留守番してもらっている時、今頃どうしてるかな、寂しがってないかなって気になりませんか？実はワンちゃんたちって時計の針は読めないんですが、ものすごく神秘的な方法で時間を計っているんです。それがなんと鼻です。飼い主が家を出た瞬間からお部屋に残った匂いがスーッと少しずつ薄れていきますよね。ワンちゃんはその匂いの遅さを感じ取って、そろそろドアが開く時間だって予測しているんです。目に見えない匂いの時計を持ってるなんてなんだかロマンチックですよね。でも少し注意も必要なんです。お留守番が長く続くと匂いが完全に消えてしまって、ワンちゃんたちにとっては永遠にお別れなのというパニック状態になってしまうこともあるんだとか。ニアがお留守番をしているとき、飼い主の残り香を嗅ぎながらけなげに待ってくれている姿を想像すると、もう愛おしくて涙が出そうになっちゃいます。だからこそ休日は24時間ずっと一緒にいて思いっきり甘えさせています。お留守番を頑張ってくれたワンちゃんには帰ったらたくさん抱きしめてあげてくださいね。2026年4月、なんと約2800品目もの食品が値上げされているんです。中東情勢に端を発した原材料不安、ニュースではあまり報道されませんが、ニアのトイレシートやエチケット袋、ご飯のパッケージに使われる素材がどんどん手に入りにくくなっているんです。このままだと消耗品やご飯代で年間3万円も出費が増えるなんていうデータもあって本当にヒヤッとします。ニアはご飯を変えると肌荒れしちゃうデリケートな体質だから、いつものご飯が値上がりしても受け入れるしかありませんということで、近々買おうと思っていたものは早めにゲット。ニアの大切なご飯も少し多めにストックする循環備蓄を始めました。それでは大切な家族が毎日ニコニコ快適に過ごせるように先取り防衛をするため買い物に行ってきます。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして
感想をコメントで教えてくれると助かります。